浅村くん、ご飯もうすぐできるからテレビでも見て待ってて。うん、ありがとう。このお笑い芸人また浮気でニュースになってる。今回のは交際相手の女性に問題がありそうだけどね。友達と食事に行った先でファンの女性がいて、話しているところを浮気だって SNS で騒がれちゃったんだって。それはちょっとジャッジが厳しいような。そういえばマーヤとこの前議論になったんだけど、浮気ってどこからが浮気だと思う？陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。浮気の判定基準か。結構人によって違うらしいね。そうみたいだね。大勢の中に異性がいるくらいじゃ浮気にはならないと思うけど。そうだな。異性と二人きりで話すのは俺はセーフだと思うけど。私もそうかな。人によってはアウトになりそうだけど。どんな話をしているのかがわからないと不安にさせてしまうことはあるかもね。勘ぐりすぎたりネガティブに考えすぎちゃう人は一定数いるだろうからね。じゃあ異性と二人きりで遊びに行くのはどうかな。一般的な感覚だとアウトじゃない？誘ってきた人に恋人がいるって分かってるなら断ると思う。俺も同じかな。浮気相手認定されるリスクは避けたいし。逆のパターンは恋人がいるのに他の異性と二人きりで遊びに行くパターン？普通にアウトだろうね。考えるまでもなかったか。じゃあ手をつなぐのは？事故なら不可抗力だけど、意思を持ってつなぐならアウトかな。そんな場面を恋人に見られたら修羅場確定でしょ。もしくは一気に冷めてその場で振られちゃうんじゃないかな。確かに言い訳のしようもない決定的な瞬間だからね。思ったんだけど今綾瀬さんが言ったことって確信をついている気がするな。私の？付き合っている人に見せられないことを異性相手にするのは浮気になるって考え方。そっか。見たくない場面の基準は人によるけど、見せられない自覚があるなら明らかに浮気だね。うん。でも一方で見たくない場面の基準がきつすぎると束縛になっちゃうから、それはそれで難しいね。感覚の問題だからバランスが難しいんだろうね。だから男女の問題ってなくならないのかも。浅村くんに恋人ができたら誤解されないように私も気をつけないと。一緒に暮らしてるわけだし。ああ、心配しなくても俺にそういう相手は当分いないと思う。仮にできたとしても綾瀬さんに嫌な思いをさせたり迷惑をかけるような人は遠慮したいかな。そう。あ、いけない。そろそろご飯出来上がるかな。もうこんな時間？配膳手伝うよ。うん、ありがとう。助かる。私を排除しようとする彼女は NG か。そういうところだよ、浅村くん。今日も見てくれてありがとう。小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。でも浅村くんに彼女か。あまり想像したくないな。どうしたの綾瀬さん？また考え事？違うよ。料理上手にできたかなって考えてただけ。心配しなくてもバッチリ美味しいよ。ほんとこの味噌汁はいつ飲んでもホッとする。これからも飲みたいって心から思うよ。だからそういうところだよ、浅村くん。